逃げ道がないというかもう表情とかその言葉一ついざ目の前になったらもう真っ白になっちゃうんで、はい、本日のミューズボックスは現在ネットフリックスで公開中の恋愛リアリティショーオフラインラブ出演メンバーの健介さん、そしてななみさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。オフラインラブはフランス・ニースを舞台にお互い顔も名前も知らない男女10名がスマホや PC などのデジタルデバイスを手放したった一冊のガイドブックを頼りに運命の出会いを探す恋愛リアリティショーです。ということで、トントンどうでしたか？オフラインラブ。オフラインラブ、そうです。僕はもう SNS 生活の人間なんで、まず考えられない10日間っていうのと、単純に僕海外旅行月に1回ぐらいしてて、ニースめっちゃいいなっていうのが思いましたね。めっちゃいいですね。本当に。その服もそうです。いや、そうです。着てきました。もう多分全員がね、今日もうこの番組見て、あれちゃんと着てる。アウターをずっと着てるで、はい、10日目のそのままの格好で来ました。はい。今回コメントとか質問ありますかみたいな視聴者もちろん海外勢も、日本以外の方も、はい、質問とか来てたのでぐらい、まあお二人に聞きたいこともいっぱい僕らもあるし、ちょっと聞いていきたいなと思っております。お願いします。ということでちょっともう一発目なんですけど、もう早速今日は3月18日なんですね、収録してる。はい。約配信から2ヶ月ほど経ちましたけど、はい、お二人ともなんか周囲からの反応というかリアクションというかね、お二人ともお仕事から、表に出る仕事されてるじゃないですか。はい、もあるし、プライベートでもどうでもいいですけど、はい、例えばななみさんとかなんか周りのありますか、反応。なんかやっぱ私のことを知ってる人が見たら、ななみまんまやんみたいな、そうなんか結構普段のようになんだろう、お酒も飲むし、タバコも吸ったり日常のようにしてたんですけど、なんかちょっと猫の皮一枚ぐらい被ってもらっていいですかみたいな友達からすごい言われました。あと街中であまり声をかけられるってことはないんですけど、さっきどこどこ駅にいましたよねってDM をいただいたりとかします大丈夫かな、自分なんか、大丈夫だったかな思います。はい。ちょっと気をつけようって思います。そんなことしちゃダメだよ。そうだよね。健介さんどうですか？僕はもう周りの芸人が、みんな見てくれて、ライブ行くたびに健介だみたいな。でなんか一応芸人やってるんですけど、みんなもう健介として認識してるんで、なんかライブでもなんかのトークの時ももう健介として喋るみたいな。そうなんかいい言葉ちょうだいよみたいなそういうノリが今生まれてますね。ちょっと違うんです。いや全然それもそのままなんですけど、芸人の時は一個気合い入れて大きい声で喋るんで、フランスはやっぱななみちゃんとね、こんなななみちゃんと一緒にいたらやっぱ声もちょっと小さくなっちゃったりするじゃないですか。普通のとこはちょっとズレが出てるんですけど。でもとはいえでもお二人とも周りからはでも本人だよねみたいに気づいていただいて、自然体で撮れたって感じですね。そうですね。じゃあ次の質問いきますか。そうですね。僕さっきも言ったように本当に SNS からとかスマホから離れられない人間なんで、そのデジタルデバイスと距離10日間ぐらい置いたっていうことで、はい、どういうところにギャップ感じたのかなみたいな。作中でもこれスマホで撮れないとかがあったと思うんですけど、なんかもっと具体的にというか。でもその景色だったり食べ物だったり、そのコミュニケーションを取ったり、日常でもするんですけど、ないから、なんだろう、もうずっとホテルに帰ってもそのことを考えるしかない。で、明日の予定のことを考えたりとか、逃げ道がないというか、そうもう自分とも向き合うしかないし、で考えたりとかして、自分は今こう思っているなっていうのもなんかより明確になってって、でそれをもうね行動したり伝えるしかないみたいな、そうだからより濃密だったなって思いますね。
時間ない時とか何して時間ある時何してたんですか？時間ある時はもう部屋の中で窓見ながらいや本当にそうなります。マジで窓しか見るとこないですよ。そうあと何時にマルゴーに来てくださいっていうのもあったんですけど、もうそれまで待機してるしかないわけです。確かにそうですよね。何があるんだっていうありったけの想像するわけですよ。こういうことがあるのかな、あんなことがあるのかな。シミュレーションみたいな。そう、ずっと考えて、想像して、そわそわしてみたいな。同じ感じですか？いや、僕もそうですね。4日目かな。ななみちゃんを、マルゴーで待ってる間、2、3時間待ってたんですけど、人生で2、3時間何もせずに、水だけを飲みながら待つって経験。長く感じる。はい。もうやばいの、もう一日ずっと待ってるみたいな。そう。それまでトーコちゃんと、なんかワイン畑とか行ってたんですけど、なんかそれも別の日みたいな感覚でずっとただひたすらその水を、で飲んで、いて、で取り行ってみたいなのをやってました。埋め倒してますから僕らなんで、もう時間を。確かに。よくないかもね。そうですね。もう埋めようばっかしますからね。その間に自分の感情に向き合って、言葉がなんか出てくるみたいな。かっこいい言葉が出てくる。そうですね。そうですね。向き合う時間長いんで。はい。じゃあ頭の中で結構何回か言葉作ってみたいな。いや、それは全然ないです。いざ目の前になったらもう真っ白になっちゃうんで。はい、やっぱ変わりますか？伝え方とか、まあね、みんなのメンバーもそうですし。やっぱ会ってる間しか本当に、何も伝えられないんで、もう表情とか、その言葉一つを全部、今会ってる間に全部を伝えなきゃっていうので、いろいろ変わりますね。何を言わなきゃとか。一個一個が繊細になるというか。LINE で後でなんか言うとかも無理なんで。後出しができない。そう、後出しができないんで。そこでやっぱり名言みたいなものが。いや、そうです。いや、バスッと、はい、思ってることを全部伝えなきゃ、みたいなので、8日目とかも、なんかそう、思ってることを全部言いますって言って、そう全部言わせていただいたりとか。電話で誰かとコミュニケーション取れるとかもないから、やっぱりそのトーコちゃんだったりとか、仲いい子に会えた時に、どうって話すと、それが、なんかこう思ってるのかもなって思っても、本当にこう思ってるんだってずしんって自分の中になんか落ちてくる感じ。普段だったら多分そこまで、ならなかったかもなって思いますね。喋るっていうね、コミュニケーションがすごいギュッとなるってことですもんね。喋るしかないですもんね。だって。あと、まあ、手紙あるけどね。手紙はあるんですけど。言うてね。一番遅い伝達手段ですしね。手紙がね。実際に配信を全部見て、なんかニースで、これやってたらよかった、この人がやってるこれやってたらよかったなとか、私これやっててよかったとか、俺これ買っといて正解やなみたいなのがあれば。これ一個あるんですけど、そのガイドブックに、なんか、おの投げっていう、おの投げ屋さんみたいなの、ニースで。はい、ニースで。あったんですけど、それマジやっとけばよかったなって。おの投げの、おの投げななみちゃんを誘っとけばよかった。楽しそうですけどね、でもおの投げ。おの投げ一回も出てこなかったっすね。誰も選ばなかった。誰も選ばなかったんですけど。私気づかなかったです、おの投げがガイドブックにあるの。あ、マジ？気づかなかった。一応マークはしてたんですね。おの投げいいな。はい、星つけてます。はい、いつかできたらなと思って。私は、レコード屋さんに行けたのがすごい嬉しかったです。はい。めちゃめちゃ日本のアーティストのレコードがいっぱいあって、で、ニースで、ひらがな、漢字とかを、見れるのが、ロマンやあと、なんか、あつしくんが海に入ってたシーンとかあったんですけど、海入れたんだ、入ればよかった、足でも、みたいな。確かにね。なんか俺それ見てて思ってて、いや、みんな寒そうじゃないですか。基本ベース寒そう。そうですよね、アウター買うぐらい。そう。なのに、あつしさんめっ
ちゃ泳ぐから、これどっち気温どっちなんみたいな。あれ多分寒かったと思います。でも結構寒暖差がありましたね。そう、だから昼間とか、だって半袖でいい日もあった。確かに。そう。で、夜になったら冷えてくるみたいな。そうそうそう、ありましたね。こっから僕この間一旦見返したんですよ。お二人のパーツ、せっかくお二人会えるしと思っていろいろ見返した時に、2週目、いわゆる2週目をしたんですね。ちょっと気になるポイントがちょっといくつかあって、お二人が初めてデートで豪雨だった雨させてみたいな時に健介さんがななみさんに「いやいやもう手紙もらわなくても誘ってましたよ」って言ったあれほんま？あれ本当です。はい、ちゃんとなんかもうご飯10人で飯食った時にもうなんかそうですねもらってなくてもあげてたなってちゃんと思いました。まあでも確かあの時のいい顔してましたもんね。初めて見た時の。そうですね。わーって。とろけてました。そうですよね。なるほど、真実はこれは結構ね気になってる人多いかもしれない。だからまあいわゆるねそうなんかもうだって手紙もらってるから、まあ社交辞令的なねニュアンスももしかしたらあるかもしれないじゃないですか。いや僕も持ってましたよみたいな。じゃなくてなんかもう言っちゃいました。言っちゃいました。思ってたんで。言わないとダメですから、ね。そうですね。もう伝えないとダメなんで、本当に思ったことは全部言いました。デートつながりでじゃあ、ななみさんと雄大さんがデートした後に、健介さんが待つところにななみさん走っていったと思う。あの走りは多分男子全員キュンキュンするポイントだったと思う。全員ガッツポーズだったと思うんですけど、健介さんの配信で多分見たと思うんですけど、あれどんな感じです？思いというか。びっくりしましたね。そんなななみちゃんが走って来てくれて、しかもまあそのなんか臨場感ある感じで、そうカメラもこうすごい後ろからね、後ろからで横断歩道のとこで、そう信号でななみちゃんが止まった時にカメラがこうぐわってななみちゃんの顔を映した時にすげえみたいな、なんかだいぶドラマチックで美しくて、嬉しいです。めっちゃ嬉しかったですね。ね、その前さっきちょうどおっしゃってた 2,3 時間ずっとね、そうですよね。無でしたね。状態で待ってた、裏では、そんな走んなくていいよとは思ったんですけど、全然待つよとは思ったんですけど、ありがとうって思いました。ご自身でどうでしたか、見たとき。私はもうあの時いるかなどうだろうって、マルゴーが22時までだから、もう急いで、まあ待たせてるのも申し訳ないしっていうなんか思いで、だから本当にいるかどうか分かんなかったんで必死、ただ必死必死です。そりゃいるよ俺は。いますよ。あとねもう一個、まあこれは結構ななみさんのあれなんですけど、やっぱこう結構印象的だったのが、好きってあんまり分からないみたいな、で好きかどうかもうちょっとまだ分からないみたいな何度かおっしゃってたじゃないですか。それってやっぱ配信で見た時に自分の中で、ここだったのかなみたいなポイントって何かあったりしましたね。健介くんが9日目の夜に、いやああいう風にかっこつけて言っちゃったんだけど本当は言ってほしくないって思ったとか、あとこの中で一番ななみちゃんのことが好きなの俺だからって言ってくれた言葉で、なんか多分今まで好きっていう感情がよくわからないっていうのが、多分人を恋愛とかでなんか好きになるのがちょっと多分怖いっていうのがあったんだろうなって思ってて、でなんか会いたいとか言ってくれるのもすごい嬉しかったし、私も会いたいなと思ってたけど、でもこれは人として会いたいのか、本当に健介くんのことが恋愛として好きで会いたいのか、どっちなのかなって多分自分の中で揺れてて、ななみちゃん次第なんで、それまでのとこで、私次第っていうので考えちゃうんですよ。トークの時のレアロマンさんとか小泉さんもその話してましたよね。あれ委ねていいのかみたいな、車さんが確かなんかね言ってたのかな。でもその後の健介の言葉で言ったじゃんみたいな、小泉さんがいいじゃんみたいな。でまさにそういうことですよね。ちょっとねそこの一歩がやっぱ大きかったですね。めちゃくちゃ。それまではななみちゃんの本当に素直な気持ちを
大切にしてほしいと思ったんで、もう自分の好きなように委ねていいよって、ずっと、もう旅は、まあ、なみちゃんの人生もいろいろあった上でのあれなんで、委ねてたんですけども、9日目で、もう明日10日目ってなった時に、もう最後にちょっとこれだけは言おうかなと思って、はい。ちょっともう委ねてる場合じゃねえなというか、もういいよ。お昼の時点では、言いたいは言いたかったんですか？いや、言いたかったです。全然ずっと前から言いたかったんですけど、まあ、そこをなんか強制するのもまた違うし、っていうので、はい。で最後はもう、ついてきてくれって言いました。そうそう。だから小泉さんがなんか、いやなんか、決めるとこ決めるよね、みたいなことをおっしゃってたのが、すごい、俺もうみんな多分、わかる、みたいになってた気がしますね。ここからはですね、はい、視聴者の皆さんから、本当にいっぱい、ちょっとね、質問とか、まあメッセージとか、なんかたくさん来てるんで、これはもうただのメッセージであれなんですけど、未公開映像も全部見てますとか、オフラインラブ感動して何週も見ましたとか、すごいいっぱい可愛らしいお二人のことが大好きです。ありがとうございます。僕も大好きです。ありがとうございます。素敵なお二人のことが大好きです。健介くんがななみちゃんの好きなところをたくさん話すシーンが特に大好きなのですが、ななみちゃんに健介くんの好きなところをお聞きしたいです。いいんですか？はい。お二人のご活躍を願っていますまで。ありがとうございます。はい。例えば何かありますか？健介くんのすごく素敵だなって思うところが、そのまあ家族だったり、その相方さんだったり友人だったりとか、その人に対しての思いやりとか、その向き合い方がすごいまっすぐで素直で素敵だなって思います。はい。ありがとうございます。ちょっと今噛み締めました。ありがとうございます。じゃ僕もなみちゃんの好きなところを、はい、一個言うと、このフランスから帰ってきて、フランスでは可愛かった。そう僕が可愛いって印象だったんですけど、やっぱ日本帰ってきて、その仕事への向き合い方とか、マジかっこいいって思いました。ありがとうございます。マジかっこいい。はい。かっこいい人だなって思いました。私も思った。ありがとうございます。素敵です。本当にありがとうございます。目の前でちょっといろいろ見せたい。本当にいっぱい来てるんですよ。マジいっぱい来てるんで、はい。マジでいっぱい来てるんですよ。逆に、まあ、ネガティブじゃないこととは言いつつ、帰国後、お互い感じたギャップってありますか？私、そんなギャップを感じてないんですよね。ああ。多分、その、ニースの後半とかもずっと一緒にいる時間も多かった。で、帰ってきてからも、まあ、なんだろう。オンラインでのやりとりとか、まあいろいろあるとは思うんですけど、特にギャップってあんまり感じてない。それこそ、お笑いライブ見に行ったりして、そこもギャップなかったんですか？なんかその未公開シーンのなんか赤ちゃんだったりとか、はい、あとスキーの時とかも、はい、あとたまになんかすごいっていう行動とかあったんで、はい、なんかなんかやっぱ飛んでじゃあそのニースのちょっとおかしな行動を膨らましたのがお笑いライブだったのかなみたいな。めちゃめちゃ楽しかったし、面白かったです。で、なんかもうそのニースで結構、あれ様子がおかしいぞっていうのを見てたんで、すごい、うわ、こんなことしたら健介くんがみたいなギャップは感じなかった。結構俺ピクピクしてたんですけど、日本でライブの時は。ニースでもちょっと見せてたみたいです。出てたんですね。はい、出てました。僕もギャップないですね。はい、意外とやっぱり、そのまま素のままでずっといてくれたんで、日本帰ってからも、はい。これちょっと僕聞きたい。確かに、ウォッチパーティーでは序盤のみの鑑賞だったと思いますが、まあ最後まで見てみて、まあお二人でもいいですし、他のメンバーでもいいです。なんかここ、熱いやん、めちゃくちゃいいやん、みたいなっておりました。僕は、やっぱ、ミミちゃんの、階段。グリコ完封。あれマジ見たことない。あれもすげえなって思います。あれやばいですね。あれニースであれできる人って今後どんだけ大きくなっていくんだろうって思いました。
確かにもうね、ミミさんもいろんな伝説をね、確かに伝説というかこういう方法があるんだみたいな。僕ミミちゃんと本当に10人の時に最初のご飯でちょっと喋って、その後そのなみちゃんを4日目待ってる時に一瞬ミミちゃんがマルゴ入ってきて、俺がじゃあ帰ってっつって帰ってもらったシーンしました。もう必死に、いやちょっと帰った方がいいみたいな。確かに。それぐらいしか喋ってなかったんで、ミミちゃんどんな人なんだろうと思ってたら、なんかすごいこんな素敵な人だったんだって。私はもうかなかかっこいいってもう登場シーンからかっこいい。はいはい。はい。サングラス。そう、もうなんか惚れちゃいました。もう大好きなんですけど。はい。こんなにニースの街並みが似合う。なって。すごかったね。そう。あと、絵描いてたりとかね。素敵だな。やることはかっこいい。アナログのね。アナログの。写真撮れないからやっぱその絵にして残すってね、素敵だなって思うし、やっぱその1年前ぐらいですけども、やっぱり実際に映像で見ると、その思い出のなんか、例えばしおりみたいなのがすごい解像度高く、こうやって、こんなことあったなって、めちゃくちゃ鮮明に思い出すんで、なんか、実際見た時もその時と同じような気持ちになったりとか、そうなんかみんなやっぱり自分と向き合って相手とも向き合ってっていうなんかまっすぐな人たちだなって思って、なんかやっぱそれは見てて心が打たれました。ちょっと未公開の話になっちゃうんですけど、淳くんがオレンジを渡してくれたやつがあったんですけど、私直接見た時は勘違いして21時に増名広場で待ってますって書いてあったんですよ。で、私その時走ってわたわたしてたから、ちょうど21時か、あと5分だ、間に合うと思って走ってたんですけど、その未公開を見た時に待たせてたし、20時55分ぐらいかなって勘違いしてたやつが、私1時間遅れてたんだ、みたいな。そこで知るっていう。めっちゃ待たせてたんだ。めっちゃ遅刻しちゃうんだ。めっちゃね、待たせてた。やっぱもう、そういう時間とかね、連絡、遅れる遅れないとか、そういうところっていうのが、やっぱ分かんないですもんね。見てみないと。なんかスキーの日にななみちゃんがちょっと寝坊して遅刻してたんですけど、ありましたね。そう。俺も、やっぱ映像見たら、それは雄大と、もう一日ずっと自転車を漕いで、その後僕のところに走ってきてくれて、で、未公開で見たら、その後、淳くんのところに走り行って、そりゃ次の日遅刻するよなって。そりゃ疲れるよなって思ったりしましたね。いや、めちゃめちゃね、可愛くしていきたいとか思ってたんですけど、どんどん寝起きがギリギリになってって、おめかしの時間も短くなってて、すごい。すいません。世界中のファン、多分、オフラインラブ全部見て、これを動画を見てると思うんで、なんか、せっかくなんで、ちょっとななみさんから、ちょっとファンにメッセージというか、オフラインラブ楽しんでもらった人でも、オフラインラブ見てくださった方、ありがとうございます。あと、まだ見てない方も、よろしくお願いします。めちゃめちゃ純度が高いなって思ってて、もう向き合って、相手にも向き合って、で、その食べ物だったり景色だったりとか、すごい宝物がいっぱい詰まってる作品だなって思います。なんか、そのオフラインラブを見てくださった方々で、日常でなんかやっぱ、自分の気持ちに素直になれるきっかけになったり、相手と向き合ってみよう、気持ちを伝えてみようっていう勇気だったりとか、そういうきっかけになったら嬉しいなと思います。オフラインラブ見てくださった方、たくさん、オフラインラブを愛してくれているという思いをなんか僕が勝手に受け取ってるんですけれども、やっぱこれからなんか心が曇った時とかありましたら、ぜひオフラインラブを見て、ちょっとなんかあれ見ると僕はなんか勝手にいい天気な気分になるというか、この晴れてんじゃないみたいな気持ちになるので、まだ見てない方もぜひよかったらかなり
すがすがしい、なんか水色な感じの作品です。はい、水色とゴールドがなんかいろいろ入り混じった感じの、キラキラしてる、はい、キラキラした、うん、はい、本当にニースの海みたいな、そのままのような作品なので、よかったら、はい、これからもたくさん見てください。本当によろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、本日はななみさんと健介さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。